源氏物語イラスト役で最強の古文速読力を身につけましょう。この動画でははじめに源氏物語の原文が流れます。次に一語一語の現代語訳が流れます。特に下線部の古語や助動詞に着目して上の原文と照らし合わせましょう。その後すぐにイラストが浮き出ます。状況をイメージしながら単語や文法をマスターすることで難解な源氏物語もぐんぐん読めるようになります。日々の速読トレーニングとして楽しんで取り入れてみてください。それではイラスト訳本編のスタートです。うつせみとの仰せの後、光源氏はキーの神を自分の屋敷に呼び寄せました。では早速行ってみましょう。かのありし中納言の子は得させてんや。ろうたげに見えしよ。短くつこう人にせん。上にも我立てまつらんとのたまえば。いと賢き仰せごとにはべるなり。姉なる人にのたまいみんと申すも。胸つぶれておぼせど。その姉君は阿尊の弟やもたる。さもはべらず。この2年ばかりぞ、かくてものしはべれど。親の掟にたがえりと思い嘆きて。心ゆかぬようになん聞きたもおる。哀れのことや。よろしく聞こえしきっとぞかし。まことによしやとのたまえば。結集ははべらざるべし。もて離れてうとうとしくはべれば。世のたといにて結びはべらずと申す。お楽しみいただけましたか？単語や文法は頭に入りましたでしょうか？今回の重要古語はこちらです。また、文
憲法事項はこちらです。今回はテムヤの連語についてお話をしましょう。テムという助動詞のつながり、皆さんわかりますか？そう、つべしぬべしテムナムの学術用法ですね。つまり、テは脅威の助動詞、つの未然形、むは推量系統の助動詞です。この場合、むは文脈に応じて、す、い、か、か、え、での意味を見分ける必要がありますが、やとセットで用いられる場合は意味が決まってきます。やは疑問、反語の形助詞です。したがって基本的には何々だろうかと訳す。つまり、むは推量の意味になるわけです。また、テムヤの慣用表現として、何々してくれないかという勧誘的な言い方も覚えておきましょう。今回はこちらの方がいいですね。また今回は、世の例えという古文常識が出てきましたね。平安当時の結婚形態は、通い婚が主流でした。しかし、経済的にも囲っていたり、ずっと一緒にいたいと思う場合は、同居することもあったようです。経済的ハンデを夫に委ねる場合は、嫁取り婚となります。今回のうつせみの場合がそれですね。伊予之助は、うつせみを5歳として屋敷に迎え入れます。しかし、伊予之助というぐらいですから、認知の伊予、愛媛県に出向いています。なので、伊予之助の息子である紀伊の神が、父の代わりに義母の面倒を見ているという状態なんです。そんなこんなで一緒に住んでいる義母と息子。年の近い者同士が一つ屋根の下に住んでいたなら、光源氏と義母である藤壺の宮の時のように恋が芽生えるかもしれません。やはり世間一般ではこういうことが多かったのでしょうね。ですから、世の例え、世間の言い草として、ことママ母は親しくしない方が良い。さもないと二人が不義密通を働き、父親と険悪になるかもしれないから、などと言われていたのでしょう。さあ今回も第2条母木々からの動画でした。第1条切り壺および天代の品定めについては再生リストを作ってありますので、合わせてご覧になってくださいね。ブログの方も毎日更新をしています。よかったら日々の受験勉強のサポートとしてお使いください。それではまた。